豚の顔になるのか、少しはマシな顔になるのか。名言チャンネル。日本を代表する映画監督、宮崎駿。スタジオジブリを設立し、風の谷のナウシカ、もののけ姫、千と千尋の神隠しなど、日本のアニメ史に残る作品を次々と生み出しました。宮崎氏は、その作品はもちろん、本人のキャラクターや歯に衣着せぬ言葉が注目を浴びることも。中には、突き抜けたクリエイターならではの、偏った名言も数多く発信しています。今回は、そんな宮崎駿監督の経歴と名言をご紹介します。1963年、学習院大学を卒業し、東映動画に入社。アニメ制作のキャリアをスタートさせた宮崎氏。その後、1971年には、ルパン三世の第一シリーズを、1974年には、大ヒット作品アルプスの少女ハイジに関わります。ちなみにハイジの演出は、後に宮崎とジブリを立ち上げる高畑勲、平均300カットで作られていた作品ですが、その300の構図を、全話分、宮崎はたった一人で描いていたそうです。才能は大抵の人が持っているんだけど、才能のあるなしじゃなくて、それを発揮するエネルギーがあるかどうか。映画の一番いいところは、映画館で見た人がつまらないって腹を立てることなんです。テレビは消してしまえば終わりですし、漫画や小説にしても嫌だったら読むのをやめてしまえばいい。でも、映画は大抵の人が最後まで見るんです。だから、面白い時は面白いけど、腹が立つ時は腹が立つ。つまり、評論がまだ存在し得るんです。評論家が腹を立てることができるわけです。それが僕は映画の最大の可能性だと思っています。消費者になってはいけない。生産するものになりなさい。1978年には事実上の監督としてテレビアニメ未来少年コナンを制作。その後初の映画作品ルパン三世カリオストロの城を監督し、1984年には自身の原作作品である映画風の谷のナウシカを制作しました。ナウシカといえば久石譲氏のサウンドトラックも印象的ですが、実は当初ナウシカの音楽は細野晴臣氏が担当するはずでした。さらに細野晴臣作曲、松本隆作詞というゴールデンコンビが手掛けた風の谷のナウシカという主題歌も制作され、安田成美さんが歌いました。しかし宮崎監督は細野氏の音楽を気に入らず、当時無名だった久石譲氏を抜擢。安田成美さんの主題歌もすでにリリースされ、大ヒットしていたにもかかわらず、本編では使われずじまいでした。当時、細野晴臣といえば、YMO で一世を風靡した時代の寵児。まだまだ映画業界では駆け出しだった宮崎が、レコード会社などの意向を振り切って、細野氏の曲を受け入れなかったのは、宮崎の作品に対する強靭な意志の強さを物語っているでしょう。以来、久石譲は、宮崎作品の音楽を長らく手掛けていくことになります。人間はいるだけでお互いに迷惑なんです。他人に迷惑をかけないなんてくだらないことを誰が言ったのか知らないんですけれども、人間はいるだけでお互いに迷惑なんです。お互いに迷惑をかけ合って生きているんだというふうに認識すべきだって僕は思う。自分ですぐ自分を許せる人間は大した仕事をやらない。才能とは情熱を持続させる能力のこと。翌年、宮崎はスタジオジブリを設立。天空の城ラピュタ、隣のトトロ、魔女の宅急便など数々の名作を生み出します。1997年もののけ姫は当時の興行記録を大きく塗り替えるヒット作に、また2001年千と千尋の神隠しはさらに記録を塗り替える大ヒットとなりました。ジブリの作品は子供が主人公でありながら大人も楽しめる深いテーマのものが多く、それまでの日本のアニメ映画の概念を大きく変え、
また世界でも評価されていきました。名言チャンネル。本当に愚かで描くにも値しない人間を僕らは苦労して描く必要はないですよ。お前のところには悪人が出てこないなっていう風に言われますけど、悪人が出ないようにしてるんであって、僕は回復可能なもの以外は出したくないです。本当に愚かで描くにも値しない人間を僕らは苦労して描く必要はないですよ。みんなヒーヒー言って安い賃金で肩を凝らしながら夜中まで明かりをつけてごそごそやってね。それで描きたくもないものをなんで描かなきゃいけないんですか。僕は描きたいものを描きたいですよ。子供っていうのは可能性の生き物なんですよ。たくさんの選択肢を毎日持ってるんです。大人も実はそうなんですけどね。宝島なんてないと思ってる子供たちがたくさんいる。だけど本当はそう思い込んで世界を狭くしてるだけじゃないのかな。出会えたら素晴らしい人とか心打たれる風景はたくさんある。出会う前、見る前に諦めちゃいけない。長い間、アニメ映画を作り続けてきた宮崎ですが、その間、幾度も引退宣言を繰り返してきました。スタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫氏によると、最初の宣言は、ナウシカの完成後、2度目は、もののけ姫完成後、3度目は、千と千尋の神隠しの完成記者会見で、もう長編アニメ映画は無理ですねと発言。4度目は、風立ちぬ公開後に引退会見。しかし、2023年現在、君たちはどう生きるかという宮崎駿の新作がまた公開されています。やめる詐欺だね。僕は文化人になりたくないのです。僕は町工場の親父でして、それは貫きたい。みんな自分よりバカだと思ったらおしまいですよ。自分の方が才能があるとか、そういうものの見方で見る人間っていうのはいますけど、あるいは何が何でも自分のものをやらなければ生きては帰れないとかね、そういう人間の方が僕が見てる範囲だと伸びないですね。半分素人の方がいいんですよ。それは自分が選択して自分がプロだからやるんじゃなくて、自分がこれをやりたいと思うからこれをやっているんだという、やっぱり精神の方が大事なんですよ。結局趣味持ってるやつはダメですね。全部アニメーションに吸い取られてしまった人間でないと。2023年、ジブリを特集した NHK の番組で、キレる宮崎駿の姿が報道され、話題になりました。ドワンゴ会長の川上氏が率いる CG チームが、自社の技術を説明しに訪れたシーンで、AI によるアニメーションを宮崎にプレゼン。それは、人間の体をしたものが、頭や背中を足のように使って這いずる CG でした。これを見た宮崎は、自分の身体障害の友人を思い出してしまって、僕はこれを面白いと思って見ることができないですよ。痛みとかそういうものについて何も考えないでやっているでしょう。極めて不愉快ですよね。と発言しました。ドワンゴ川上氏は、これは実験であって、人に見せてどうこうというものではない、と釈明。この放送は、宮崎に賛同する者、川上を擁護する者など、世論を二分し、表現と技術をめぐる様々な議論を呼んでいます。理想を失わない現実主義者にならないといけないんです。理想のない現実主義者ならいくらでもいるんですよ。自分が善良な人間だから善良な映画を作るんじゃないですよ。自分がくだらない人間だと思ってるから善良な映画を作りたいと思うんです。悪いことをしても天罰が下るわけではなく、良いことをしてもお褒めに預かるわけではない。じゃあ何が違ってくるかというと、顔が違ってくる。豚の顔になるのか、少しはマシな顔になるのか。名言チャンネル。本音で生き、人との圧力も気にかけず、アニメーションに魂を注いで生きる宮崎駿。その作品が私たちを熱狂させるのは、必然のことなのかもしれません。
少しでもいいねと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。